Motors。どうも一生ダイエット中秘密のデブモーターズ内原です。突然ですが、私内原はリア充系のジムニーがあまり得意ではありません。そうです、カラフルなカラーリング、ポップないでたち、そして極めつけはルーフキャリア、あの手のもの最近流行ってますよね。でも私は泥とともに車を楽しみたい。だからこそこんなスポーティーな1台はいかがでしょうか。本日走らせていただくのは群馬県にあります SUV、 そして四駆専門の総合パーツメーカーのジャオスさんがプロデュースしたこの JB64 です。走りの方はどこまで変化しているのか、スタイリングだけでなくいろいろチェックしていきたいと思いますので、どうぞお付き合いください。ではご登場いただきましたジャオスの内田さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、というわけで今回は JB64 に試乗させてもらいましたが、はい、よろしくお願いします。お願いします。御社の JB74 はですね、はい、モーターズチャンネルでも登場いただいたんですけども、はい、だいぶ74とは雰囲気が違いますね。違いますよね。これ何か狙いあるんですか？はい、こっちはアドベンチャー仕様の74とは違って、はい、思いっきりちょっとこうレーシーにしてみようかというコンセプトです。このレーシーないでたちがですね、はい、今回私のハートをですね掴んでおります。どっちかというと74がリア充仕様なんで、はい、そうですね、リア充ですね。なんでこちらはバキバキのメタルクラッチマニュアルトランスミッション仕様ですが、楽しんでみてください。このメタルクラッチが装着されているがゆえにですね、はい、ジムニーと思えないほどやたらとビンビンな。そうですね、この車はエンジンチューンまではしてないので、はい、必要ないっては必要ないんですけど、コンピューターチューンやターボチューンなんかで馬力上げた車にはメタルクラッチはもうマストになってくるので、そういう方に向けてなるべく使いやすいメタルクラッチを用意しようということで開発をしました。実際この64というと発進がもたつくとか、そうですね、アクセルのレスポンスがなんか良くないなと、もう一つかなっていうところもあったりするんですけど、レースなんかに使われる方も多いので、そういう方のために用意をしました。うちで行ってるチームジャウスのハイラックスですね、はい、それでも使用してたクラッチなので、はいはい、まあその辺からフィードバックをしたという商品でもあります。いや、おかげで走りがだいぶ変わっております。そうですね、なかなかシャキシャキしたシャキシャキしますね、はい、そして走りが変わったといえば、これはサスペンションがジャオスさんのバトルズサスペンションが装着されていらっしゃるでしょうか。74でも装着していたアームフレックを内蔵した VFS というダンパーとへたり保証がついた TIW っていうリフトアップコイルの組み合わせですね。これがですね、今オンロードを走ってるんですけども、なんかノーマルよりもシャキッとしてそうなんですよ。ますよね。正直言って最初にそのジムニーに乗った時が、カルチャーショックというかですね、はい、小さな車特有の挙動でちょっと驚いたんですよね、じゃあこれはそういうお客様もたくさんいらっしゃるでしょうから、我々が思う、バトルズテイストって言ってるんですけど、馴染んだ運転感覚にしたいなという目標で開発を始めたのが JB23 の頃のバトルズサスペンションだったんです。この64に対しても基本コンセプトは一緒、23に比べると格段に乗りやすくなった64なんですけど、はい、その上で、バトルズテイストを実現できるように開発したのが現在お乗りいただいている車のサスペンション。路面のギャップを拾うときに、サクッといなすと言いますか。そうですね、KYB さんのハームフレックっていう機構がうまいこといなしてくれるんですよね、はい、その状態をキープできるので減水力自体はちょっと固めにできるんですよ。一般的なダンパーで減水力固めにすると初期の動作が硬くてこうゴツゴツした足回りになるんですけど、はい、そこはハームフレックでいなしてくれるので、しっかりした減水力のダンパーがセットできると。でその上で柔らかいけどコシがあるっていう特徴のチタン配合のバネによって硬くないんだけど結構粘ってくれるっていう足回りが実現できてるんですよね。どうしてもいわゆるオンロードの車になりますと、どちらかというとサスペンションカスタムって硬くなりがちなとこがあって、やっぱり四駆となるとそれはそうなんですよ、硬くするっていうのがなんとなくイメージじゃないですか、なんですけど四駆ってファミリーユースでも非常に使われる車なんですよね。乗られる方も大人の方もすごく多いので、自分たちがこう我慢するような足回りはやっぱ作りたくない、
いうところで、乗り心地も良くてハンドリングスタビリティも向上してるっていうサスペンションを目標にしてます。すごい軽快です。マニュアルのこのジムニーの操作感とですね、よりリニアに感じられる足なんじゃないかなと。そうだと思います。結構こうジムニーに乗ってる方って割と長距離走る方多いのかなと思うんですよね。実際レジャーに使うとなれば当然遠くに行かなきゃいけないですから、これね、ジムニーって楽しい車なんですけど、私のオンボロジムニー J11 なんか特にそうなんですが、乗った瞬間楽しいと思えるってことは、1時間乗ると疲れるってことなんですよね。遊び場所に行くまでに疲れちゃったりするでしょ。そうなんですよ、それがゆえに林道行きたいなっていうのは結構躊躇してます。ジャオスのスタッフの中にもやっぱりジムニーが好きっていうスタッフすごく多いんですよ。で僕自身以前に乗ってましたし、でその時のやっぱ記憶の中でやっぱり楽しいんだけど、その楽しさがすごく長時間続かない、もっとこうジムニー自体を楽しめるような足回りだったりっていうのを開発したいなと思って、日頃接してますね。でもですね、この64に関しては、そういうアドベンチャー感っていうのをちゃんとありながらですね、快適性っていうのを担保できていると私は思いますね。ありがとうございます。ってことは今までのジムニーのいいとこ、これからのジムニーに期待するところの両方の美味しいとこ取りなんじゃないかなと。正直74の時はですね、オートマだからっていうのもあると思うんですが、割とマイルドな作りなんじゃないかなと思ったんですけど、マイルドって言い方って別に悪いことじゃなくて、ジャオスバトルズの目指すところでもあったりするんですよ。サスペンションのカスタマイズって先鋭化していく方向がすごく多いんですけど、大人が乗る乗り物としてはマイルドだけど楽しめるっていうところが実は難しかったりするんですよね。何かを立てればその対極がトレードオフですもんね。そうなんですよ。だからそれを全方位的に上げるって、ちょっと綺麗事かもしれないんですけど、そこを目指すのがやっぱりカスタマイズメーカーの一つの役目かなとも思ってます。見た目もレーシーだから、走りも十分レーシーっていうのがあるんですけども、見た目がレーシーになるようにちょっと工夫されてるポイントがいくつかあるのかなと思ってるんですけど、ジムニーカスタマイズの王道なのがバンパーですよね。バンパーですよね、この立体感のあるバンパー。JB23 の4型からこうカスタマイズに参入していった頃、やっぱりジムニーのカスタマイズでバンパーとなるととにかく薄くするというのがセオリーになってたんですよね。一つの美学ですね。そうです。ジムニーとしては最高発になったメーカーとして、その同じ形を踏んでもしょうがないでしょうと。またジャオスの考える4駆だったりの形っていうのもあるので、それを実現するバンパーを作りましょうということで作ったのがスポーツカウルというバンパーですね。単純に薄いだけではなくて張り出し感だったりデザインだったりでカスタマイズの楽しさを感じていただけるデザインを目指して構築をしました。特にね、私がこれいけてんなと思ったのが、オーバーフェンダーならぬフェンダーガーニッシュ。フェンダーガーニッシュ。ありがとうございます。いわゆるジャオススタイルですと、白ボディで艶消し黒っていうのが多いんですが、これに関してはボディ同色で、またこのビスがすごいアクセントになってますね。やっぱり軽自動車って寸法制限がすごく厳しいので、フェンダーガーニッシュもしくはオーバーフェンダーってちょっと難しいパーツなんですよ。 JB64 が登場した時にボディデザインをこうつぶさに見ていくとですね、サイドビューが平板なんですよね。だからやっぱそこにアクセントが欲しいなと思ったもんですから、フェンダーガーニッシュに挑戦しましょうと。うちの他社用のフェンダーガーニッシュは構造変更がいらない 9mm 以内っていう設定なんですけど、よりシビアに 8mm まで詰めた設計で、ボディ同色でもうちで設定してるマットブラックでも、どちらでもお好みで楽しめて、ダミーボルトでアクセントになるデザインを楽しんでいただければなと思ってます。他にもこうリアのビューもですね、非常に特徴的だなと。もうこれまたリアのバンパーがまた苦労したバンパーでして、6474は純正のバンパー自体がすごくよくできてまして、純正のランプを使う限りではこうデザインにしようがない。なのでランプを新設しないと成り立たないだろうと。それで割と特徴的なレンズが、そうなんです。 E マークっていうのがついてないと登録ができないんですよ。車検に通らないというか登録ができないので、希望を全部クリアする商品がなかなかなくて、結局オリジナルでランプを作りました。そうなんですね。でそのランプをベースにスポーティーなリアバンパーを作ることができました。あとはですね、背面タイヤを外した後、そうですね、ブサイクになっちゃうよ問題。これジムニー乗りであればですね、皆さん感じてらっしゃるところだと思うんですけど、そうですね、本来必要であるからついてるスペアタイヤなんですけど、最近タイヤの性能すごく良くなってまして、まず
パンクするってことないと思うんですよ。ハッチの閉会にも重くて邪魔だし、視界も少なからずスポイルしているので、23型の時にもとても人気あったパーツなんですけど、この64に対してもご用意をさせていただきました。大概今までのこの手の背面タイヤの後のものですと、割とプレーンな、そうですね、御社のこれに関してはちょっとピンのようなものがありますね。今回のこの64用に関してはナンバーを移動するという機能は設けていないので、その代わりちょっとこうつまみ上げたようなスポイラーの形状を再現してますね。これもまたオリジナルな雰囲気ですね。64のリアビューが割とスパンと切れてちょっとこう面積の多い形状なんで、そうですよね、アクセントになればいいなというところです。この個体に関して言うとですね、ボディ同色でないところで言うとグリルですよね。そうですね。これですね、私はリア充系のジムニーがどうも好きになれないというのが、このグリルがですね、皆さん可愛らしいのよ。そうですね。それに比べるとどっこいメッシュ形状っていうんでしょうかね。めちゃくちゃレーシーでスポーティーですね、御社のは。うちのグリルはだいたいその方向なんですが、大口径でメッシュを装着してあります。元は FRP だったんですよ。大変ご要望をいただきまして、 FRP だとちょっと生産が間に合わなくなってしまったんですね。なるほど、それは嬉しいイメージですね。そうなんです。設計要件っていろいろこう取り付けに対する条件がすごくいっぱいあって、 ABS で再現しづらい商品なんですけど、そこにいろいろ工夫を凝らしまして、新たに同じデザインなんですけど ABS で作り直したのが現在この車両についてるグリルなんですよ。純正バンパーで使われたとしても、かなりマッチングがいいと思います。いいですよね、一個一個がですね、ちゃんとこだわりと、なぜこういう形になったかっていう理由付けっていうのがしっかりあるので、自分の車にこだわったりとか、ハリボテで固めたくないような方ですね、こういう方にはジャオスさんのパーツっていうのは本当にうってつけですね。ジムニーに関してはやっぱりモデルサイクルが長いので、10年そのままリリースしていても持つデザインだったりっていうのをすごく意識して作ってはいますね。ユーザーさん自身も長く所有されるケースって多いですもんね。飽きのこないだったり、また品質の面でも長く使っていただいても問題ないような。そうですよね、車検1回通せばいいやっていうわけにいかないですもんね。いや、さすが四駆 SUV の専門パーツメーカーさんだけのこだわりですね。ジムニー好きなんですよね。そうなんですよ。なるほど。いいものを作って、皆さんに喜んでいただきたいっていう、全然綺麗事じゃなくて本当にそう思ってるんですよね。それですよね、やっぱりジムニーのパーツ作りってジムニーユーザーだから、これ待ってましたっていうかゆいところに手が届く感、これも大事ですもんね。本当に御社それこそ牽引フックからご用意されてるじゃないですか。もう私のジムニー学の中で牽引フックに始まり牽引フックに終わるっていうのがジムニーなんじゃないかなと思う次第なんですよ。牽引される側、する側、見てる側、みんなが楽しいんですよね、あの瞬間。そうですね。社内でやっぱりジムニーの強力なファンがいるんですよ。そいつらに任しておくと、もうどんどんそういう部員が出てくる。なるほど、なるほど。ジムニーの専門店さんがやっているパーツ展開とか違って、あくまでその総合メーカーさんじゃないですか。そうですね。そのスタンスで専門店さんばりのそのきめ細やかな視点があるっていうのは、これユーザーとしてはすごい嬉しいですね。ありがとうございます。ただ逆に僕らは取扱車両がやっぱ大小すごく多いので、その中でのジムニーっていう捉え方でまたちょっと違うアプローチで考えてるんですよ。それがいい場合もあるんじゃないかなって思います。そうですね、他の車両で使えたエッセンスっていうのがここに注入されるわけですもんね。ちなみに JB64 に関してはまた新しいパーツのなんか展開予定とかってあるんでしょうか。今回この車にはついてないんですが、ボンネットディフレクターといいまして LED の縦長のランプを3つこう連続でつける、ちょっとこう風よけのパーツを来月くらいにリリースをするんですね。それはちょっと楽しみですね。ご覧になっている方はジャオスさんのホームページとご覧いただければと思います。それではですね、この後はこの JB64 で林道を攻めていきたいと思いますので、どうぞお見逃しなく。それではオフロードの方にやってまいりましたが、結構このね路面がちょっと大きめの石が多いところで、足がへたってたりするとガツンガツンきますね。僕のJB23 が前はそうだったんですよ。ところがどっかでこの JB64 なんですけども、細かく足が動いていって不快感ないですね。いい感じで足動いてると思います。よいしょ。おお、この揺れるとこもいい感じです。あと
私のギアが下手くそですトランスファーは4インチに入れて、ゆっくりクローリングしてるんですが、本来はストレスになるようなオフロードが気持ちよく走れますね。楽しいですよね。前も同じこと思ったんですけど、なぜオンロードを気持ちよく走れるサスペンションがオフロードでもちゃんと機能するのか、これって考え方って相反するとこじゃないんですか？いや、一定ラインまでっていう正し書きなんですけど、その一定ラインってすごく高いところにあると思うんですけどね、までは両立するんですよ。乗り心地がいい足回りっていうのは左右前後バランスがよくスムーズにストロークをして、でさらにそのストロークがダンパーできちんと止まるというのがゴツゴツせず、かといってフラフラもせず乗り心地のいいサスペンションなんですけど、この一連の所作ってオフロードでの走りやすさにもつながるんですよ。そうなんですね。路面のアンジュレーションだったり、障害物を抵抗なく足を縮まして乗り越え、かつその動きが次のアクションに影響ないようにきちんとしたダンピングで止まるっていうことなんで、オンロードでのカンファタビリティ、快適性とオフロードでの乗りやすさっていうのはこれイコールなんですよ。なるほど。プラス車高を上げることによって対地アングルも向上しますから、リフトアップでうまく調整されたサスペンションっていうのは乗り心地もいいし、オンロードでのパフォーマンスも十分確保できて両立はできます。そう考えるとこのパトロズサスペンションはリフトアップ量としてはどれぐらいになるんですか？ホイールで40ミリ、タイヤはワンサイズ大きいの入ってるんで、実質2インチぐらい、50ミリぐらいのリフトアップになってると思います。2インチ、っていうことであれば、車検範囲の中でいうとだいぶマージンが残してそうですね、大きいなとあるんですよね。それも僕らはいろんな四輪駆動車を扱うメーカーとしてボディディメンションを見た時に、ジムニーのボディに対してどれぐらいのリフトアップ量が適切なのかっていう考えた時、40ミリっていい具合じゃないかなっていう結論に達したんですよ。そうなんですね。当時、僕らがジムニーを始めた、JB234 型の頃って、ジムニーでも3インチアップっていうのがちょっと主流になりつつあったんですよ。なんかそれはよく聞きますよね、3インチアップってね。そうなんですけど、パジェロとかハイラックスサーフに対して2インチ50ミリっていうリフトアップをしてたメーカーからすると、いやジムニーのサイズで3インチはちょっとやりすぎでしょうっていうイメージがものすごくあったんですよ。そうなんですね。なるほど。ディメンションだったりサスペンションのストロークだったりっていう総合的に考えて40ミリがベストであろうっていうのが僕らの結論だったんですね。この控えめの40ミリではなくてバランスを見て上での40ミリ。いや私はちょっと結構単細胞なところがあってですね、上がってれば上がってるだけいいだろうといわゆる車検の範囲内でいうと3インチがマックスと、やっぱ3インチないとな、40ミリとかこの中途半端誰が選ぶんじゃと大変失礼ながら思ってました。3インチがダメだっていうつもりは全然ないんですね。ただ変えなくちゃいけないパーツがすごく増えるんですよ。ブレーキホースであったりとかですよね。6474に関してはブレーキホースが短いので、もう40ミリの段階で交換はしなくちゃダメです。これもしかしてじゃあ交換してます。でそれはキットの中に入ってます。それも入ってるんですね。ただキャスター角とかやっぱすごく狂ってしまうので、直進安定性が心もとなくなるんですよ。うちのサスペンションでもそれを修正するための変身ブッシュは入ってるんですけど、それでもやっぱ3インチになってくるとちょっと事情が変わってくるんですよね。なので難しいこと言ってもあれなんで、総合的に必要になるパーツ点数も考慮してでの40ミリです。いやなんかそれを聞くと40ミリが控えめなカスタムではなくて、ちゃんと理にかなったカスタムなんだなっていうのが分かる気がしますよね。リフトアップをすればするほどそれに見合うタイヤって出てくるじゃないですか。サイズであったりとかですよね。で、3インチに見合うタイヤを履こうと思うとやっぱりちょっと大きいタイヤにしたくなるじゃないですか。そうするとギア比の問題が出てきて、そこですよね。そうなんです。大きくすりゃいいかっていうとそれも言えなくてっていう全部を総合した寸法です。ちなみにこれはタイヤサイズは今いくつを？これは195の16ですね。それでも40ミリで195なんですね。車検範囲内での最大のサイズで、これは東洋さんがジムニー用に出された戦闘力も高くて、オンロードもいけて外形もちょうどよくてというタイヤですね。 MT タイヤでしたよね。 MT の R タイプっていうやつですね。 MT の R タイプ。なるほど。いや先ほどですね舗装路を走っても、これ MT だったっ
ったっけなと思うような走り心地があって、まあ、当然足の良し悪しもそうですねありながらの部分はあるとは思うんですけど、これはバランスいいタイヤですね、タイヤに限らずこちらの JB64 非常にレーシーなデカールにまとわれてはいるんですが、バランスはものすごく良くて、街乗りからいろんなアクティビティを楽しめる、このグラフィックから想定されるとだいぶマイルドな感じはするかもしれないんですけど、メダルクラッチだったりなんだりでこれはかなり尖ってる方だと。そうですね、ちょっとびっくりしました最初に乗った時。いやこれ本当にいいバランスですね、この車に関して言うと。楽しいでしょ。はい、楽しいですし、本当にいいことなしの味付けだと思います。すごいね、ジャオス。ありがとうございます。20。ありがとうございます。内田さん、ここまで JB64 堪能させていただきました。ありがとうございます。ありがとうございました。本当に一言でまとめるならば、丁寧に作られたカスタマイズなんじゃなかろうかなと思います。ありがとうございます。本当にきめ細やかな動きであったりとか、それぞれの役割っていうのがあってですね、四駆専門パーツメーカーさんならではの視点で街乗りもオフロードも両方いけるぜっていうところで感動しました。個人的な好みも含めて、うちのスタッフみんなジムニー好きが多いので、もっと僕たちの気持ちにこう刺さるような車にしていきたいなっていう思いで作り込んだ車なので、そう言っていただけて大変嬉しいです。ご商売をされていく中でおいては、メーカー業という立ち位置を取ればやっぱり最大公約数といいますか、そうですね、数を売ってなんぼだろうみたいな、悪く言えばですね、そういうところに陥りがちなんですけども、ことジャオスさんにおいては指向性であったり作り手の思いっていうのがだいぶ残って、それが伝わりやすいものづくりをされてるんじゃないかなと思います。そういう意味で言うと、そんなにうちのちょっと表現も微妙なんですけど賢くないので、こう自分たちが好きな車を好きな風にやっていくっていうのがやっぱ最大のモチベーションな気がするんですよね。それを実現するためにはどうしたらいいのかっていうことで、日夜いろいろ考えながらものづくりをしているところですね。もしですね、この動画をご覧になられて、ジムニーであったりこの他四駆系ですね、 SUV 系のパーツカスタムどうしようと思った時には、まずはジャオスさんジャオスのパーツであったりデモカーっていうのをお手本にすると間違いではないんじゃないのかなっていうのは、僕は今日一番感じたところでございます。確かにトーンと突出してるのはないかもしれないですけど、間違いない車作りっていうのは一つ見本にしてもらってもいいかもしれないですね。なるほどですね、いろんなコンプリートカスタムとか選択肢がある中で、自分でオートクチュールで選んでいくっていうのも車の楽しみ方、カーライフの一つだと私は思いますので、ぜひ気になった方はジャオスさんのオフィシャルサイト、もしくはジャオスさんの YouTube チャンネル、こちらありますので、どうぞ概要欄には貼ってありますのでご覧ください。この動画が面白かったなっていう方は高評価、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。ではまた次の動画で会いましょう。またね。ここまでご視聴いただきありがとうございました。モーターズチャンネルではスポーツカーからキャンピングカー、最新の車にパーツ情報など、車の面白さを伝えるために僕たちが日々走り回っています。あなたの好きな車が出てくるチャンスがいっぱいあるので、ぜひチャンネル登録してください。登録したらベルのマークも忘れずに。